物価上昇が続く中、スーパーで野菜が高いなぁと感じることありませんか？そんな時におすすめなのが、普段ならゴミになってしまう部分からもう一度野菜を育てて食べられるリボベジです。リボベジとはリボーンベジタブル、つまり再生野菜のこと。野菜の根や芯、ヘタを水に浸したり土に植え替えたりすることで再び育ってくれるんです。家庭でできるちょっとしたエコ活動であり、節約術、そして日々少しずつ成長する姿を見るのはまるで小さな植物観察。料理だけでなく暮らしそのものを楽しくしてくれる工夫です。今回はスーパーで手に入りやすい野菜を5つ取り上げて、リボベジのしやすさと栄養価をランキング形式で紹介します。さらに水耕栽培だけでなくプランターに切り替えて育てる方法も解説。水だけでも十分楽しめますが、プランターを使うことで収穫量や栽培期間がぐんと伸びるんです。ぜひ最後までご覧ください。ではまず第5位、独特な香りでおなじみのパクチーです。独特な香りで好みが分かれるハーブですが、実はリボベジにも向いています。スーパーでは根付きの状態で売られていることが多く、その根を3センチほど残して水に浸しておくだけで葉が再び伸びてきます。コップやグラスに立てておけば十分で、3から4日で新芽が顔を出し、2から3週間で香り豊かな葉を収穫可能です。高温に弱いので直射日光を避けた明るい窓辺が適しています。パクチーはビタミン K が非常に豊富で、骨や血液の健康に欠かせない栄養素をしっかり摂れます。スーパーで選ぶ際は根が白くしっかり残っていて、全体に香りが強い株を選ぶと成功率が高まります。プランターに切り替える場合には、根が伸びてきたら野菜用の培養土を入れたプランターに植え替えましょう。土に移すことで根が栄養を吸収しやすくなり、水耕よりも長期間繰り返し収穫できます。深さ15センチ以上のプランターに植え、土は常に湿り気を保つのがポイント。植え替え直後は半日陰で根をなじませ、1週間ほど経ったら日当たりの良い場所へ移動させましょう。続いて第4位は大根のヘタ。普段はポイッと捨ててしまいがちですが、実はここから立派に葉っぱが再生します。大根を料理に使うとき、上の部分を 1.5 から2センチ残し、平たいをさらに置いて浅く水を張るだけ。水は毎日変えて清潔に保ちましょう。2から3日で中心から葉が伸び始め、1週間で味噌汁や炒め物に使えるくらいの葉に育ちます。大根の葉は実は栄養の宝庫。カルシウムは小松菜に匹敵し、さらに鉄分やビタミン C も豊富。根本よりも栄養価が高い部分なんです。プランターに切り替える場合には、根が少しでも伸びてきたら培養土を入れた深めのプランターに植え替えるとより大きな葉に育ちます。大根本体が再び大きくなることはありませんが、葉はぐんぐん伸びて2から3週間ほどで大きめに収穫可能。料理の彩りや副菜に重宝します。植え替え直後は水をたっぷり与え、根付いてからは土が乾いたら水やりをするペースで管理すると元気に育ちます。第3位はネギです。これはリボベジの定番中の定番ですね。使い終わった後の根元を3から5センチ残して水に刺すだけであっという間に再生します。水は少なめで十分。深すぎると根が傷むので注意しましょう。2から3日で新芽が出始め、1から2週間で料理に使えるほどに育ちます。ネギには硫化アリルという成分が含まれていて、血流を良くし疲労回復をサポート。さらにビタミン K も含まれており、健康面でも優秀です。スーパーでは根が白く太く、傷や斑点がないものを選ぶと元気に再生します。プランターに切り替える場合には、ネギは水耕だけでも何度か再生しますが、根がしっかり伸びてきたらプランターに切り替えるのがおすすめ。培養土を入れた深さに10センチ以上のプランターに植えると、根が土の栄養を吸収しながら長期間繰り返し収穫できます。植え替え後は最初にたっぷり水を与え、以降は乾燥しない程度に管理。根が安定すれば青ネギのように次々と収穫できます。家庭菜園感覚で切ってもまた伸びるを体験できるのが魅力です。第2位は意外かもしれませんがブロッコリー。花つぼみを食べた後の茎の根元を水に浸しておくと脇芽が伸びてきます。1週間ほどで新芽が出始め、2から3週間で小さな房を収穫可能。ビタミン C は 100g あたり 120mg とレモン果汁より多いほど、さらにスルフォラファンという抗酸化成分も豊富で健康志向の方に人気の野菜です。プランターに切り替える場合にはブロッコリーは特にプランターへの植え替えがおすすめです。根がしっかり伸びると脇芽が次々と出てくるため、水耕よりも多く収穫できます。直径30センチ以上、
深さ25センチ以上のプランターを用意し、野菜用培養土をしっかり敷き詰めましょう。根が安定すれば1株で2から3回の収穫が可能です。20前後の気温を保ち、直射日光を避けつつも明るい場所に置くと育ちやすいです。最後に小松菜ですが、リボベジにも最も向く野菜の一つです。根付きで売られていることが多く、その根を水に浸すだけで簡単に再生できます。タッパーや小鉢で十分で、水は根が呼吸できる程度に浅く張りましょう。3から4日で新芽が伸び始め、10日ほどで食べられるサイズに育ちます。小松菜はカルシウムが牛乳の2倍以上、鉄分もほうれん草より豊富で、ビタミン C や葉酸もバランスよく含まれています。まさに栄養の宝庫です。プランターに切り替える場合には、小松菜はプランターに移すと驚くほど収穫量が増えます。深さに10センチ以上のプランターに植えると根がしっかり張って成長が早くなり、繰り返し収穫可能。外側の葉から少しずつ切り取ると中心からまた新しい葉が伸びてきます。肥料を適度に与えれば一株から数回にわたって収穫でき、家庭菜園並みの楽しみが得られます。ここまでそれぞれの野菜を紹介してきましたが、もちろんリボベジは水耕栽培だけでも楽しめます。成長の様子を透明なコップで観察できるのは水耕ならではの魅力です。ですが、長期的にたくさん収穫したいなら、プランターへの切り替えが断然おすすめ。土に植えることで根が安定し、養分や水分をしっかり吸収できるからです。水耕は気軽に観察を楽しむよう、プランターはしっかり収穫して食べるようと使い分けると無理なく続けられますよ。さて、ここで特別紹介。実はリボベジと同じ水耕栽培の技術を使って世界で最も大きなトマトの木が日本北海道のエコリン村で育てられています。この木は一粒の種から350日で枝葉が80号以上に広がり、年間で2万個以上のトマトを実らせます。秘密は温度や光を徹底管理し、巨大な水槽から常に養分と酸素を与える水耕システムにあります。さらに枝を自由に伸ばして光合成を最大化しているため、驚異的な収量が可能になっているのです。では他の野菜でも同じかというと、必ずしもそうではありません。トマトは枝が無限に伸び、小さな果実を大量につけやすい性質があるため、特に成果が出やすいのです。キュウリやナスも多収穫はできますが、寿命や実のつき方の違いで、ここまで大量にはなりにくいのです。普通の家庭ではここまで大きくはできませんが、リボベジも同じ水耕の原理で育てられると思うと、ちょっとワクワクしませんか？ちなみに、本動画の写真はイメージです。最後に、リボベジを成功させる環境条件を押さえておきましょう。温度は15から25度がベスト。高温すぎると水が腐りやすく、低温すぎると成長が止まってしまいます。直射日光は避け、明るい窓辺やレースカーテン越しの光が理想的です。プランターに移した後は、半日陰で根をなじませてから日当たりの良い場所へ。初心者でも市販の野菜用培養土を使えば失敗しにくく、健康的に育てられます。いかがでしたか？リボベジは節約やエコのためだけでなく、野菜が育つ過程を楽しめる暮らしの知恵です。スーパーで買った野菜がもう一度食卓に戻ってくる、その小さな奇跡をぜひ体験してみてください。きっと毎日の料理や暮らしがちょっとワクワクするものになるはずです。もしやってみようかなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録で応援してください。とても励みになります。コメント欄には育ててみたい野菜や実際にやってみた結果をぜひシェアしてくださいね。皆さんの体験が他の視聴者のヒントになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リボベジで暮らしをもっと楽しく、もっと豊かに。ご視聴ありがとうございました。